こんにちは、トラトラチャンネルです。アメリカの併用軌道があった場所をご存知ですか？今回はインディアナ州ミシガンシティにある11番ストリート駅を訪問しました。Train and Travel Tra Tra Channel。 皆さんは併用軌道といえばどこを思い浮かべますか？京阪の併用軌道ですか？名鉄の犬山橋ですか？前回はケンタッキー州のラ・グレーンジで長大貨物列車の通過をお届けしました。メインストリートを走る貨物列車は圧巻でしたよね。今回はつい数年前まで併用軌道であったシカゴ近郊電車の止まるミシガンシティ11番ストリート駅を見てみましょう。11番ストリート駅はインディアナ州ミシガンシティの中心都市地区にある鉄道駅です。ミシガンシティと聞いてミシガン州にあるのかと思った人がいるかもしれませんが、ミシガン州の隣のインディアナ州にある町です。紛らわしいですね。サウスショアラインの通勤鉄道が乗り入れており、ミシガンシティにある2つの現役の駅のうちの1つであり、もう1つはキャロルアベニュー駅です。アムトラックもミシガンシティ内に停車していた時期もありますが、現在は停車していません。駅やホームは当時のまま残されているようですが、ホームレスが住んでいるようでした。ホームの目の前は五大湖の一つ、ミシガン湖が広がります。駅は複線になっていますが、その一つに片面のホームが設置されています。ホーム横には1915年にミシガンセントラル鉄道により建てられた駅舎が残されています。現在はカフェ&バーになっているようですね。訪れた際には営業しているのかわからないくらい静まり返っていました。駅前には駐車場が広がりますが、草ぼうぼうの状態です。これから話しする街中に設置されている11番ストリート駅の方が利便性が優れるため、この駅が廃止されたのではないかと推測します。さて、話が少し脱線してしまいましたが、11番ストリート駅の話に戻ります。シカゴ、サウスショア&サウスベンド鉄道 CSS&SB の11番ストリート駅は、1927年の開業当初から電車とバスの接続拠点として設計され、多くの鉄道ファンにとって併用軌道の見れるとても魅力的な場所でした。この駅は都市の交通インフラの一環として地域の発展と公共交通網のハブとして機能していました。併用軌道は鉄道と道路の併用という独特な景観を提供し、ファンにとっては往年の風情が漂うスポットでした。しかし1980年代に入ると車両の衝突事故や安全性の問題が発生し、併用軌道の運営が難しくなっていきました。CSS&SB は経営の困難に直面し、11番ストリート駅は1987年に閉鎖されることとなります。この頃、多くの鉄道ファンが併用軌道がなくなるのではと嘆きました。電車が街の中を走るというダイナミックな風景が失われつつあり、鉄道の魅力が減少していくように感じられました。日本でも併用軌道が次第に姿を消し、鉄道ファンにとっては失われた風景を取り戻すことができないことが残念でなりませんね。NICTD ノーザンインディアナコミュータートランスポーテーションディストリクトが運営を引き継いだ後も、11番ストリート駅としての機能は失われていましたが、列車は近くの道路の一部に停車して乗客の乗り降りができるようになっていました。しかしこれは正式な駅ではなく非公式な乗降場所として機能していたため、利用者にとっては大変不便な状況でした。そこで利便性や安全性の観点から不満が高まっていたため、新駅の整備が待望されていました。2023年に新しい11番ストリート駅が開業することで、正式なホームが再び整備され、利用者にとってより快適で安全な環境が提供されるようになりました。この際に併用軌道が専用軌道に見直されています。併用軌道を専用軌道の見直しの際に、
ルート変更が行われる場合が多いですが、この11番ストリート駅はルート変更は行わずに、今までの併用軌道が通っていたところを専用軌道にした面白いケースです。次に、併用軌道が現在どのように変わったのか見に行ってみましょう。現在、併用軌道は再び注目を集めていますが、ミシガンシティの11番ストリート駅の再構築は併用軌道の新たな可能性を示す重要な事例です。2023年に開業した新駅は従来の課題を克服し、鉄道とバスの接続をスムーズにする設計が施されています。この新しい駅は新たにプラットフォームを備え、乗客の利便性は格段に上がっています。新しい11番ストリート駅では8両編成の列車に対応できるプラットフォームが設置されており、障害を持った乗客でも快適に電車に乗り込むことができるようになっています。また、バスとの接続も考慮され、公共交通としての機能が強化されました。この再構築に伴い、駅周辺では複合用途の施設の開発が進められています。11番ストリート駅の専用路線化により、電車を減速させる必要がなく、シカゴとの通勤時間が短縮されることも注目されています。それでは、併用軌道がどのように変わったのか見ていきましょう。ホームはまだ真新しい雰囲気で綺麗です。下り側ホームへ向かうのには一旦、上り側通路を歩いてから駅内の踏切を渡り、下り側ホームへ向かいます。道路や横断している近くの踏切から直接ホームへ行けた方が乗客も便利ですし、駅内に踏切を作らなくてよく、警報機のメンテナンスがいらないのではと感じます。なぜこのような複雑な構造にしたのでしょうかね。線路をご覧ください。なんと上下線ともどもホームから離れる方向にホーム手前で分岐する分岐線があるのです。それも見たからにはほんのちょっとの移動なのです。そのためにポイントまで設けるとは何なんでしょうか。ホームが終わるとまたポイントで一つの線路に戻っています。要するにホームの部分のみ対比させているように見えます。幅広の車両が通過する際の対比線なのか、通過列車が安全に通過するために設けられているのかと推測しています。資料を調べたのですが分かりませんでしたので、もし知っている方はコメント欄で教えてください。投稿主はこのような二重になった線路は初めて見ました。さて、併用軌道があった11番ストリート全体に目を向けてみましょう。現在は併用軌道のあった部分に複線の専用軌道が引かれ、南側には車が1台通れるのがやっとの一方通行の道路が設置されています。北側となると人が1人歩ける程度の歩道になっています。見ての通り歩道が家への入り口になっていて、なんだかかわいそうな状況になっています。こちら側の家の人は車が入れないのでどうしているのでしょうかね。サウスベンド空港方面への電車が駅へやってきました。
シカゴ方面行きの到着です。今回の動画はこれでおしまいです。気に入った方はぜひいいねボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとう